種。4つの種がありました。1つ目の種は丸い形の種でした。土の中に入れてみると、芽が出てきました。芽は育ち、葉っぱをつけましたが、お花が咲くことはありませんでした。2つ目の種は平らな形の種でした。土の中に入れてみると、芽が出てきて、そこから小さな花が咲きました。お花は少しずつ増えていき、やがてお花畑になりました。ある時、花は簡単に増えました。またある時は、花は簡単に枯れていきました。3つ目の種は大きな美しい種でした。土の中に入れてみると、すぐに大きな芽が出てきて、茎もぐんぐん伸びていき、やがて大きな花が咲きました。ある時、花は茎からポロンと外れ、お空へ飛んでいきました。お花は高い山を越え、広い海を渡りました。そして世界中を飛び回りました。ある日、お花が茎のもとに戻ってみると、そこには何もありませんでした。お花の周りに咲いていた花たちも皆枯れていました。お花は一りぼっちでした。4つ目の種は小さな種でした。この種は育たないよ、腹広カマキリが言いました。お花が咲いたら奇跡だよ、オオスズメバチも言いました。土の中に入れてみましたが、なかなか芽が出てきません。それでも諦めずにお水を注ぐと、やがて土の中から小さな芽が顔を出しました。やっと出てきたその小さな芽は弱々しく、今にも枯れてしまいそうでした。毎日毎日、少しの変化も見逃さず、丁寧にお水を注ぎます。それは大変な仕事でした。ある日、大嵐が起きました。大地を轟かすかのごとく、雷が鳴り響いたかと思うと、ゴーゴーとものすごい音を立てて風が吹き、大粒の雨が矢のごとく降り続けました。日が沈み、夜が来ても嵐が止むことはありません。あの子は大丈夫かしら、エノコログサが言いました。こんなひどい嵐が来るなんて。ナズナおばさんも不安そうです。3日目の朝、ようやく嵐は収まり、お日様が大地を照らしました。小さな芽は生きていました。くたくたになりながらも、必死に地面にしがみついていたのです。その日から小さな葉っぱは大きくなっていき、やがてそこから小さな葉っぱが生まれました。それを何度も繰り返し、ある時、大輪の花を咲かせたのです。その花は揺るぎない輝きを放ち、いつまでもいつまでも咲き続けました。おしまい。